今回はオキュラスクエストの隠し機能パススルーポータルをアダルト VR で使うとかなり面白かったので、これは皆さんにお届けしないといけないなと思いまして、今回紹介していきたいと思います。皆さんこんにちは、ショー VR チャンネルのショーです。パススルーポータルというのは VR の一部だけをパススルーにする便利機能です。パススルー機能というのは皆さんご存知だと思うんですけど、ガーディアン設定をするときとか本体をこう叩くと現実世界が見えるっていうあの機能のことですね。それを視野の一部分だけに表示することができる機能となっています。この機能は正式リリースされてなくて少し手順を踏まないといけないんですけど、比較的簡単に設定できるのでご安心ください。後でその手順は説明します。この機能は本来キーボードの位置であるとか机の位置とか、そういった便利に使うための機能だと思います。そこでね、ちょっと思いついてしまったんですけど、アダルト VR の時にそのパススルーポータル機能を使うと自分の体の一部が見えて、この正面はアダルト VR が見えるっていう、これはねちょっとね面白いことになるんじゃないかなと思って試してみたんですよ。それで実際に使ってみたんですけど、もう想像以上に面白くてね、これ爆笑してしまいました。うおすげえっていうよりかは面白いなっていう方が勝ったんですよね。新しい境地が開けたなみたいな、こういう感覚になりました。没入感が上がるっていうのと AR のアダルトってこんな感じなんだなっていうのが体験できます。 AR のアダルトって多分体験したことないと思うんですよね。コンテンツとしては今までないので、これはね新しい境地に行けるんじゃないかなと思います。なのでぜひ皆さんにも試してみてほしいなと思います。この機能の面白いところは普通のパススルー機能とは若干機能性が違うっていうことなんですよね。パススルー機能は現実の世界だけが見えて VR の世界っていうのは全く見えなくなりますよね。今回のパススルーポータル機能は VR の世界がうっすら見えるんですよね。つまり現実の世界と VR の映像が複合して見えるっていうことなんですよ。なので厳密に言うと、AR というよりかは MR に近いかなと思います。それではここからはパススルーポータルの導入方法、2つの便利な使い方大人向け、残念な点、この流れで話していきたいと思います。このチャンネルでは VR に関する情報をなるべく分かりやすくお届けしたり VR で実際に見れる動画もアップしたりしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではパススルーポータルの導入方法を解説します。この機能はまだ正式リリースされていないので少し複雑な手順を踏む必要があります。とはいってもサイドクエストをすでに導入している場合は APK ファイルをダウンロードして本体にインストールするだけでいけるので簡単だと思います。まだサイドクエストを導入していないという方は今回の動画ではちょっと導入方法は省きますので、サイドクエストの導入方法っていうのをちょっと調べていただくとすぐにいろいろ書いてるサイトが出てくると思いますので、そちらをご覧ください。自分が過去に上げた動画でもバーチャルデスクトップを導入する方法っていう動画の中で紹介しているので、そちらも良ければご覧ください。そしてこれ正式な機能ではないので自己責任でお願いします。それではインストール手順です。 APK ファイルをダウンロードしてください。ダウンロードのリンクは概要欄に載せておきます。パソコンでサイドクエストを起動してオキュラスクエスト2をパソコンに接続してください。サイドクエストを使ってオキュラスクエスト2本体に APK ファイルをインストールします。サイドクエストの右上にあるこのマークを押してもらって APK ファイルを選択するとインストールができます。インストールはこれだけなので簡単だと思います。で、ここからオキュラスクエスト2本体に移るんですけど、本体のアプリ一覧から提供元不明っていうところを選択します。すると先ほどインストールした APK ファイルがあると思うのでそれを開いてください。で、左のオールイベントというところから、下までブワーッと行ってもらってパススルーポータルを選択します。 Go を選択します。そうするとパススルーポータルの設定画面に移動するのでパススルーの範囲を選択します。これだけでね結構ワクワクしてくると思うんですけど、ここからはちょっと2つの便利な使い方を紹介します。
1つ目が自分の体の一部をパススルーする使い方です。自分の体の一部、これはどこかっていうのはちょっと想像してもらいたいんですけど、そこをパススルーすると女優さんの位置と自分の位置がぴったり合うんですよね。もうちょっと分かりやすく説明すると、男優がこうやって映ってますよね。でカメラがこの辺にあるとして、で女優さんがこう見えてますよね。男優の体がこう映ってるので、それに合わせてパススルーで見えてる自分の体を合わせると、これでかなりリアルな位置に合わせることができるんですよね。それで自分の手とか体の一部が VR 上に映っているので、かなり没入感が上がるっていうのが体験できると思います。女優さんのあの場所と自分のパススルーで見えているものを一致させると、これね、思った以上にリアルだなっていう面白い体験ができるんですよね。あとは手で触ったりっていうのを疑似体験することもできますよね。でもう一つがティッシュとかグッズをパススルーするという使い方です。こうやって見ている時に、この横にティッシュとか、グッズを置いていたとして、ここにパススルーポータルを作っておけば VR を外すことなくこのグッズとかをね手に取って使うことができるということです。これは普通に便利ですよね。慌てることなくこう手に取ることができます。2つの便利な機能だったんですけど、パススルーポータルっていうのは1箇所しか作れなくて、こっちに作ってこっちに作るみたいなことができないので、ここに作るかここに作るとか、どっちにするかはあなた次第です。大人向けではなくて、普通にキーボードの位置とかパススルーしても、利便性はかなり上がると思うので、かなりいい機能だなと思います。それで少しこの機能を使ってみて残念だなと思う点が何個かあったので、ちょっと紹介していきたいと思います。まずパススルーの映像がちょっと荒いっていうことですね。とはいっても AR 体験っていう時点で結構面白いので、そこは変わらないんですけど、やっぱり映像が綺麗だったらさらに没入感が上がると思いますね。これは Oculus Quest 2のこのカメラの性能自体の問題になってくるので、これはもう改善のしようがないのかなと思うんですけど、今後 Oculus Quest 3とかになるとかなりいい AR 体験ができることを祈っています。あとパススルーポータルがこの平面にしか作れないっていうことですね。地面に向かって平行にしか作れないんですよね。つまり垂直方向に作るっていうことができません。正面に作ることができれば女優さんのとこが全部パススルーにできるので、触り放題っていうのができるのに、これがちょっとできないっていうのが残念ですね。この辺はもしかするとまだ正式リリースされていない機能っていうことなので、改善はされるかもしれないです。ということで、パススルーポータルをアダルト VR で使うと面白いことができるというお話だったんですけど、これで本当に何度も言うんですけど、面白い体験ができるので、ぜひ試してみてほしいですね。これエロ目的じゃなくても AR ってこんな可能性があるんだっていうのを感じることができるので、真面目に技術の一個として使ってみてほしいです。その中でアダルト VR で使うのが一番分かりやすいんじゃないかなということですね。他にもね、健全な使い方とか大人向けとかもう何でもいいので、思いついたらぜひコメントしてみてください。それでは今後も VR に関する情報をどんどん発信していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしければお願いします。また最新情報については Twitter の方がいち早く更新していますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは良い VR ライフを。